うしょ。やっほー。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。今回はですね、先日小原の部屋のインスタグラムのストーリーにて質問をしてくださいって募集したそうなんですよ。そしたらたくさんお返事回答いただけたようで、皆さんありがとうございました。ただ私その質問たち拝見してないんですよ。なので今日は源田さんに読んでいただいて、それに私が答えていく。で、ものによってはここ今女子4人なので女子トークになる気がする。なんか私の予想だと私と源田さんとトーマさんは意見が合いそうなんだけど、なんか私が言うことに対してナイスウルが「それってさ」とかってなんか言ってくるような予感がする。そんなことないの。はい、じゃあやっていきましょう。ちょうど次のスケジュールまで15分あるので、はい、その15分間で答えられるだけ答えていければと思ってます。なのでぜひ皆さん意見があったら参加してください。はい。1つ目、はい、好きな人に弟みたいって言われました。脈なしですかね？教えてください。ないんじゃないかな。私妹みたいだねって言われたらないんだなって思うかもしれない。なんかこう張ってるのかなって思ったりする。どう？個人的な意見ね。どう？でもなんか間違えたらうまく展開でもまだチャンスはありかなって感じ。よくは思われてるもんね。思ってるんじゃないですか。よく思ってるからこそ近いものの例えとして言ってるもんね。これからってことかもしれないね。その弟みたいが可愛いなのか、どういう意味のあれなのかによりそうですよね。なんかそわそわすんな。こういう話したことないもん。はい。じゃあ次、大学4年生男性です。1年生の女子に一目惚れしてしまいました。小原さんは一目惚れの経験ありますか？あるよ学生の時だけどね。ビビってくるんですかね。なんかあったね。でもその人と何かあったかって言ったらないけれども、でも一目惚れって多分印象に残ると思うから、特に何があって好きになるとかじゃなくてだと思うから、経験をしたことない人は分かんないかもしれないけど、したことあるっていう人は共感してもらえる気がする。別に何年か経ってその人のことを忘れるとか好きじゃなくなったとしても、なんかあの人好きだったなパって浮かぶかもしれないね。ありますか？あると思う。あります。ない。トモさんはない。源田さんは？あるんだ。ちっちゃい声で。はい。続いて、すごく仲のいい異性の友達からの告白を断る方法を教えてほしいです。すごく仲がいい友達だと思ってたのに多分告白されちゃったんじゃないですかね。難しいね。まあもちろんそういう対象として見ていないんだったらちゃんとお断りするべきなんだけど、でも今後もその友人としてのお付き合いをしていたいっていう風に考えるとすると、断り方考えないといけないよね。でももう言われた時点で通常のじゃあ友達に戻れるかって言ったらちょっとまた時間かかるよね。正直に私だったら答えるんじゃないかな。いや友達としてだから無理だよとかそういう言い方すると傷つけちゃうと思うから、いやとっても嬉しいんだけど、私はすごく大事にしている友人の一人として見ているから、その気持ちにはちょっと応えられないわって言って、で多分向こうの気持ちのこともあるだろうから、じゃあすぐ友達にって言ったらちょっと無茶な話じゃない？人によるとは思うけど。だからしばらく会うのをやめるか相手に合わせるかも。なんかもうすぐ切り替えて友達で行けるから平気っていうタイプの人なんだったら、なんかまたこう会ってご飯行くとかっていう仲に戻れると思うけど、相手によってはちょっとそうだどうしようってなる人もいるかもしれないから、たらなんとなくその相手に合わせて距離は取るかな。でももう二度と会わないとかそういうことはしないと思うけど、経験がないから分かりませんじゃあ続いて、おい忙しくて2週間彼女から連絡が来ないのはもう脈なしですか？どう話せばいいですか？彼女付き合ってる？ちょっとわかんないですけども、彼女からって書いてありますね。彼女なんだったとしたら2週間連絡を取り合ってないっていうのはちょっと
親ってなるよねきっと。海外に行っちゃっている遠距離でとかっていうんだったらまた話は別だけど、なんとなくそれはこれまででなんかおやおやなんか気まずくなってきたぞみたいな、そういう変化を自分で自覚しているのだったらなんか覚悟しないといけないタイミングなのかもしれないけど、そんなんじゃなくてだったらなんだろう。でも2週間も連絡取らないってなんだろうね。1週間取らないだけでもなんかあれどうしたんだろうってならない？普通に心配になりますよね。ねえ、どうやって連絡する？ナイスブルーだったら。私逆の立場だった時ナイスブルーが逆の立場だったことはある。別れたかった時がごめんなさい。若干音入ってるかな。もしかしたらそういうことかもしれない。でも連絡したいって素直に思うのだったら、あなたはまだまだだって恋人っていう立場なんだから連絡していいと思うんだよね。だから連絡をまずしてみたらいいと思う。なんか、長文でしばらく連絡取ってないから何してるかなと思ってとかっていうよりは、なんかフラットになんか元気どうしてるとか、この前の何々どうだったとか、なんかその 1,2 行で終わるようなのをポイって送るのがちょうどいいんじゃないかな。はい。生々しいってか恋愛系が多いんですね。今回は恋愛系で。なんか小原のやつがバレていくどういう性質なのかがバレていく。では続いて、いい人から恋愛対象になるにはどうすればいいと思いますか？これからも応援してます。ありがとう。結構永遠の課題な気もしますが、恋愛対象になるにはいい人っていう枠から恋愛対象になるには、その人の前に現れる頻度を増やした方がいいんじゃないですか。まずいい人っていう印象がついた時点で普通の立ち位置よりは有利だと思うんですよ。だけどその相手からするいい人っていうのが仕事上の関係でのいい人なのか、人間としてのいい人なのか、はたまた異性としていい人って思われてるかがまだわからないから、なんとなくのその関係性で分かっている人もいるかもしれないけど、積極的にこうコミュニケーションっていうか、一番合うのは対面することがいいと思うから、会う機会を増やしたら変わってくるんじゃない？なんかあんまり短期間で勝負するよりはちょっと長期戦になるかもしれないから、それで頑張ってみたら変わるんじゃないかな。でまずそのどれぐらいのあれで会ってくれるかだよね。複数では会ってくれるのか、2人でも会ってくれるのかって言ったらちょっと可能性は上がるかもしれないしどう思いますか、トーマさん？会う頻度を上げるっていうのは効果的だ。賛同しているようです続いて、はい、好きな人ができたのですが、その人には遠距離の彼氏がいます。小原さんだったらどうしますか？彼氏持ちだったってことですね。まず無理やり踏み込むのは待っただと思う。ドロドロになると思うから。ただ言わずとも思うことはいいんじゃないですか。行動を取らなければ、相手と話してみたりとか関わってみて、相手のそのカップルがどういう状況かっていうのが分かると思うから、そこで見守ろうって思うのか、なんかはたまたちょっとうまくいってないとか、いろんな展開があると思うから、それによって判断すればいいんじゃない？なんか闇雲にうまくいってようがうまくいっていまいが行こうっていうのは、それも我が道を貫いてていいかもしれないけど、小原的にはちょっとよろしくないんじゃないかなとは思う。人間関係が壊れちゃうからねとは思うかな。小原さんだったら、ジャブの向こうに相手がいたらちょっと諦めの方向に諦めるんじゃないかな。諦めますか？ちょっと会う頻度を増やしてみる。さっきの話を経た上でそれでも合うナイスブルーは好きあらばみたいなジャブを打つ。そういうこういうアメリカンな方もいます好きな気持ちね。好きになっちゃったらね止められないからね。こともありますよね。はい口下手だけど相手に気持ちを伝えるならどうするのがいいですか？ポジティブな言葉をその相手に届ければいいんじゃない？口下手だとどうしてもさ、その髪型かわいいねとか、例えば好きとかって言えないと思うから、もう会うのでいっぱいいっぱいだと思うから、だから、LINE のやり取りとかでも会う約束ができたんだったら、会えるの楽しみにしてるねとか、今日楽しかったねとか、何でもいいからありがとうとか、嬉しいとかっていうのを届けるところから練習すればいいんじゃないかな。練習って言い方あれだけど、まずどうしよう何
に会えたのは嬉しいけど、何を喋ったらいいんだろうって多分なっちゃうから、なっちゃったらなっちゃったで無理することはないから、いや無理してなんか相手を褒めるとかなんかそういう行動に出ても全然いいんだけど、それが無理だったら別れ際とかになんか言うとか、あとは会うこともなくて LINE でのやり取りなんですとか、学校ですれ違うだけの仲なんですってなったら、なんか一言添える LINE を嬉しくなるような言葉を添えるとかってすると、なんかその人の相手のね人の中でなんか、あ、こういう風に言ってくれた人だなとか、廊下ですれ違うだけだったけどなんか最近挨拶してくれるなとかっていう、だから印象に残るっていうことから始めたらいいんじゃない？なんかいきなりコミュニケーション能力を高めなきゃとかそういうことはしなくていいと思う。ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ具体的に答えてくださって、わからない。じゃあ続いて、好きな人に出会うと素直になれません。ココちゃんは自分からいけますか？いけません。受け身ですかね。どうなんだろう。なんかさ、普段のその小原の部屋とかさ、なんかイベントとか来てくださる方だったらわかると思うんだけど、喋るのすごく好きだし、結構ウェーイっていう人じゃん人じゃんだからなんか意外とガツガツいきそうじゃないって思われそうだけど、いざなったら多分ちょっと臆病かもしれない。なんか年齢を重ねるごとに臆病になってきてる気がする。いろいろ考えちゃうってことですか？考えちゃうかもね。若いまだ24とか5の時はさいいかもしれないけどさ、31だから今現在、あ、31の女にアタックされてるってなるんじゃないかなとか、ちょっとネガティブになっちゃうかもしれない。私はこうしたら嫌かなとかって考えちゃうかもしれない。なんかなんだろう、なんかすいませんって私なっちゃうかもしれないね。わかんない。以上です。結構似た質問ありました。何ですか？似合い系の質問しかない。ちょっと待ってください。はい。片思いしてる人がいて、うん自分に自信がなくて連絡できません。話したいと思っても迷惑かなと勇気が出ずにいます。こういうことですかね。多分友達になれると思うでも一歩ちょっとの勇気が展開変わるかもしれないから、直接が無理だったら LINE、 でも LINE 交換してる仲かもわかんないよね。そう、でも連絡できない、したいけどできないでもことは持ってつながってるかるんだ。もしれないですね。ちょっとだけ勇気出してなんか言ってみたらいいんじゃない？ただ LINE じゃなくてそういう直接的なその好き的なこう言葉とかって思うような言葉はあって伝えるべきだと私は思うから、 LINE であまりバンバン言うのはちょっとしどろもどろになっちゃった違う気がするから、あくまで関係性がこうより近くなったらいいなって思うから、あんまりなんか恋愛系の言葉は浮かべずに徐々に距離を詰めていけばいいんじゃないですか？小原はわからん続いて、うん私23歳男性、はい、 6歳上の女性に恋をしてしまいました。6歳上なので29ですかね。いいじゃん。どう振る舞えば少しでもいい方向に進むでしょうか？そのままでいてください。背伸びするとその後うまくいった時に多分疲れちゃうと思うから、うまくいってお付き合いできた時とか、より関係性が付き合う手前であってもより仲良くなっても背伸びし続けないといけないから、そうするときっと多分背伸びしてる自分を見て距離近づけてきてくれたんだなとか好きになってくれたんだなってなると、それをずっと演じ続けなきゃっていう方向にシフトしていっちゃう気がするから、そのままでいた方がいいと思うよ。ただまあその人のタイプとかを聞けるタイミングがあって、ちょっと該当してないかもって思ったらそれに近づく努力とかはしてみるのはいいんじゃない？なんか明るい人が好きって言われたら明るく振る舞ってみるとか、なんか背が低い自分だけど背が高い人が好きとかって言ってたらもう物理的にちょっとそれは難しいから、でも絶対にじゃあ背高い人じゃないと好きにならないかって絶対そんなことないから、なんか他のところでこうカバーできるものはないかとか、なんかいろいろ考えてみたらいいんじゃない？でも最初はそのままがいいと思う。年下の男性とかにこれされたら嬉しいなみたいなって小原さんありますか？年下の人に？年下の男性とか、年下だからこそ出せる魅力みたいな。年下だから年下の男
男の子としてどうしても見ちゃうから、だからその男の子が自分よりしっかりしてるなとか男性的だなみたいな、男らしいなっていう一面を見るとおって思うかもしれない。これ質問の答えに合ってます？合ってます。じゃあラストにしましょう。ラストだって。全部質問は源田さんチョイスです。本当にたくさん来たので全部答えたいんですけど。全部答えたい。何問来ていたんだろう。初デートでバスケの試合を一緒に見に行くんですが、その後ご飯などにどう誘えばいいですか？ご飯に誘いたいみたいです。でもバスケの試合見に行くってことは決まってるんでしょ？普通に笑顔でご飯行かないって言えばいいんじゃない？終わったタイム。美味しいお店を検索する。して見つけたんだけど行かない。ナイスブルーはその場で調べて美味しいお店見つけたんだけど、事前にしといてもいいからとりあえずチェックしといて、ここに行ってみたいって言ってだってって言って誘ったらいいと思うって。そうしていただきましょう。そうしていただきましょうか。小原は多分普通にこの後ご飯行かないって多分言うと思う。知らんないよ。わかんないよ。31でもわかんないんだから。はい、ではじゃあ今回は以上で。はい、小原もよくわかりません。もし分かっていたらとっくに結婚してるんだろうね。多分わかんないけど、本当に恋愛系の質問だらけだったんですか？結構多かったです。そうなんだ。他にも進路とか、人生相談みたいなのもあったんですけど、また別の機会に。私でも割と自分のインスタで月1でお話しするんですけど、割とそっち系答えてるから、こういう恋愛系のどっか今日生々しかったじゃないですか。こういう話はしたことなかったからね、終わろうか。多分新鮮だと思います皆さん。はい、ね、どうなるんだろうね。でも人を好きになるってことはとても素敵なことだと思うからね。はい、終わり。バイバイ。知らんて。知らん。お疲れ様です。ちょっと笑ってんのやめてください。白かったですね。今切れました。年下だったら血がおばさんになっても捨てないかの確認したいです。大丈夫です。そのままで。それ言わなくてよかったね。